地域福祉推進支援臨時特例交付金についてご説明をさせていただきます。住宅に被害を被った被災者世帯への支援として、新たな交付金制度の検討を進めてまいりましたけれど、その内容についてご説明をいたします。まず、新たな交付金制度の名称を地域福祉推進支援臨時特例交付金とし、能登地域6市町において、住宅半壊以上の被害を被った高齢者等のいる世帯については、すべての世帯を対象といたします。さらに、若者、子育て世帯を含め、資金の借り入れや返済が容易でない世帯も幅広く対象といたします。資金の借り入れにより住宅を再建しようとする世帯については、石川県の事業として、自宅再建利子助成事業の実施が検討されております。中でも子育て世帯については、所得制限を設けない方向で検討が進められていると承知をしております。こうした対応を組み合わせることで、住宅半壊以上の被害を被った支援が必要な子育て世帯はフルカバーされるという仕組みとなってまいります。また、地域福祉推進支援臨時特例交付金の対象となる資金の借り入れや返済が容易でない世帯の判断にあたりましては、住民税非課税世帯、住民税均等割のみ課税世帯、それから家計急変世帯、それから児童扶養手当受給世帯、それから離職廃業した者がいる世帯、それからローンの一定以上の残債がある世帯、それからその他の類似の事情があると認められた世帯の類型に該当する世帯を対象といたします。実際に住宅ローンを借りられなかったことを逐一判断するのではなく、簡便な判断をすることを可能とする仕組みといたします。さらにこれらの類型に該当しない世帯であっても、自宅再建利子助成が受けられなかった世帯も交付金の対象となるよう丁寧に対応をしてまいります。支援内容については、自動車を含めた家財等支援に最大100万円、住宅再建支援に最大200万円を実費も勘案して支給をいたします。必要な経費は国が5分の4負担をいたします。なお、申請手続きにつきましては、できる限り申請をワンストップで行うことができるような窓口対応の工夫なども含めて、被災者の目線に立って簡便かつ迅速な手続きで必要な支援が受けられる方法を引き続き検討してまいります。今回の取り組みを通じて、高齢者から子どもまで住宅に被害を被った被災者世帯に必要な支援を届け、地域コミュニティの再生にしっかりとつなげてまいります。3月は自殺対策強化月間でございます。昨年、令和5年、自殺者数は暫定値でありますが、総数が2万1818人、小中高生の自殺者数が507人でございまして、いずれも高い水準となっております。今回の月間では、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現に向けて、中高年向けのポスターや動画を作成し、早期の相談を呼びかけるとともに、子どもや若者向けには SNS を活用した情報発信や相談体制の拡充など、関係府省庁と連携し、対象に応じたきめ細かい対応を講じてまいります。さらに本日、厚生労働大臣、文部科学大臣、子ども政策担当大臣および孤独・孤立対策担当大臣の連名で、国民の皆様に向けたメッセージを発出いたします。お悩みをお持ちの方、一人でお悩みを抱え込まずに、家族や身近な人や相談窓口に相談してみていただきたいと思います。また、身近な人の様子がいつもと違うと感じたときは、優しく声をかけてみてください。声を掛け合うことで不安や悩みを和らげることができるかもしれません。最後にメディアの皆様方にお願いがございます。自殺に関する報道は、その報じ方によっては自殺を誘発する可能性がございます。
WHO の自殺報道ガイドラインを踏まえた対応についてご協力をぜひお願いしたいと思います。